フランスを制圧したヒトラーが次に狙ったのは本土に閉じ込められて孤立したイギリスでした。イギリス本土に部隊を上陸させよう、そしてイギリスを占領しよう、そう考えたのです。とはいえヒトラーはできればイギリスとは戦いたくない、イギリスの方から和平を求めてきたら攻撃をやめるとも考えていました。ということで中立国のスウェーデンやアメリカなどを通じてイギリスから和平を求めてくるように働きかけていったのです。しかしイギリスでは首相のチャーチルが戦いを続けると決意を固めていたし、国民の大多数も和平なんて論外だ、戦いを続けるべきだと考えていました。こうしてイギリスはドイツと和平を結ぶことはない、占領地域を全て解放するなら話を聞いてやると回答。もちろんドイツからするとそんな話は論外です。こうしてドイツとイギリスが和平を結ぶことはなく戦うことになっていきます。そんな両国の間を見てみるとドーバー海峡と呼ばれる海があります。今回はドイツが攻撃側、イギリスが守備側の戦いなのでドイツ軍が海を渡らなければいけません。しかしこの時のドイツ海軍には戦艦が2隻しかないのに対してイギリス海軍は本国だけでも戦艦5隻を持っていましたし、地中海や大西洋海域を含めるとその数は10隻にまで上ります。海でまともに戦ってドイツがイギリスに勝つことはほぼ不可能でした。このような状況でドイツ軍が考えた作戦はこうです。まず空軍を使ってイギリス本土の航空基地を爆撃し、イギリス空軍を壊滅させる。するとドーバー海峡の制空権を抑えることができるため、その間に潜水艦や機雷で海を固めて船が安全に移動できるようにする。最後に船を使ってそこを通り陸軍をイギリスに上陸させて占領する。このような作戦でした。すでにこれまでの侵攻作戦で華々しい戦果を上げてきたドイツ空軍はこの作戦を聞き、制圧するには2週間あれば良いと豪語します。イギリス空軍には負けないという自負があったのです。ところがこの頃のドイツ空軍は装備や編成を電撃戦に特化させていたので、戦車部隊と連携して戦うことは得意だけど工場や鉄道の爆撃は不得意な状態になっています。つまり今度の作戦はドイツ空軍が苦手とする作戦だったのです。対するイギリス空軍は装備や編成を迎撃に特化させていたので、飛んでくるドイツ空軍を撃ち落とすことが得意な状態になっています。それどころかドイツの2倍の速度で戦闘機を生産する体制まで整えていたし、レーダーを海岸沿いに張り巡らせていました。つまり今度の作戦はイギリス空軍が得意とする作戦だったのです。といっても当時のレーダーはまだ未熟で敵の飛行機が近づきつつあるということを知ることはできましたが、飛行機の数や方向、高度など詳しい情報を知ることはできないものでした。ということで5万人近くの人々が海岸線に待機しておき、レーダーが作動した場合には望遠鏡や双眼鏡などを使って敵の情報を確認しなければいけません。そうやっていた情報を防空司令部に伝達し、その司令部から空軍に対して迎撃の指令が出されていたのです。このような状態で始まった戦いがバトル・オブ・ブリテンです。ドイツ空軍の爆撃が開始された。これを受けてイギリス空軍はすぐさま迎撃を行っていきます。しかしこの頃のヒトラーはまだイギリスとの和平を完全には諦めていなかったこともあり、そこまで激しい爆撃は行いませんでした。この頃に攻撃対象となっていたのはイギリスの南側にある港や飛行場といった施設です。これらの施設をドイツ軍は空爆していったのですが、戦いが進むにつれてイギリス軍が有利なことが分かってきます。なぜならドイツ機がイギリス本土上空で撃墜された場合には、たとえパラシュートで脱出しても捕虜となるしかなく、ドイツ軍は飛行機とともにパイロットも失うことになります。それに対してイギリス機が撃墜された場合には捕虜になるような心配はありません。パラシュートで脱出できれば部隊に戻り再び出撃することが可能だったのです。このような点でもイギリスは有利な戦いをすることができました。さて場所が変わってこの頃のアメリカは、フランスが陥落した、ドイツは強い、ドイツが勝ってイギリスが負けるだろうと考えていました。もしもイギリスがドイツに負ければ、イギリスが持っていた大西洋の制海権が失われ、アメリカの安全に深刻な影響を及ぼします。それどころかアジアはドイツ同盟国の日本の支配下に入り、
太平洋側からも圧力を受けるでしょう。そうなればアメリカ大陸はヨーロッパとアジアから切り離され、国際社会から孤立することが予想されました。これはまずい、守りを固めなければ。そう考えたアメリカはイギリスがドイツに負けた場合を想定して守りを強化していきました。さて再びヨーロッパに視線を戻してみると、制圧するには2週間あれば良いと豪語していたドイツ空軍は1ヶ月経っても効果を上げることはできていませんでした。それどころか撃墜された数としてはドイツ軍の方が多く、どんどんパイロットの数が減少しています。こうしてヒトラーはついに和平の道を完全に諦め、武力によってイギリスを屈服させることを決定します。一方でイギリス空軍も危機的状況に追い込まれており、戦闘機の生産が追いつかなくなっていました。この頃行われた最大規模の空爆では1日で1800機近くの爆撃機がイギリスへと向かうほどで、それを迎え撃つイギリス空軍では撃墜された機体から脱出したパイロットがその日のうちに別の戦闘機で2回3回と出撃して対応するような信じられない戦いが繰り広げられていたのです。そんな状況に立たされていたドイツ空軍もイギリスの首都ロンドンに爆弾を落とすことは避けており、ロンドンの近くの石油貯蔵庫や飛行機の工場を狙うだけにとどめていました。しかしある時手違いによりロンドンに爆弾を投下してしまうという事件が発生します。これを受けてチャーチルは激怒、直ちに報復爆撃を指令して、翌日にはイギリスから80機が出撃しました。こうしてイギリス空軍もとうとうドイツの首都ベルリンを爆撃するようになったのです。そんな時、情勢が大きく変わる出来事が起こります。アメリカの支援です。先ほども言った通り、この頃のアメリカではイギリスはドイツに負けるだろうという考えを持っている人が多かったのですが、ある人物はイギリスの勝利を信じていました。ルーズベルト大統領です。彼は最初から盟友であるイギリスを見捨てないという方針をとっており、軍の幹部をイギリスに派遣して戦況がどのようになっているかを見極めさせています。こうして派遣された軍幹部が見た光景は、爆撃された次の日にも普通に生活を続けるロンドン市民の力強い姿でした。イギリスにはドイツとの戦いを続ける強い意志がある。そう感じたアメリカの軍幹部はこのことをルーズベルトに報告します。これを受けてアメリカはイギリスがドイツに勝利することを信じ、新しく協定を結びます。駆逐艦基地交換協定です。この協定はアメリカが駆逐艦を提供し、イギリスが基地を提供するという交換条件のような協定です。これによってアメリカによる本格的なイギリスへの軍事支援が開始され、イギリスはアメリカから駆逐艦50隻を獲得することに成功しました。こうしてアメリカの支援を得ることに成功したイギリスは、ロンドンを爆撃され燃やされながらもチャーチルの指導のもとに国民一丸となって耐え続けていきました。そしてついにドイツ空軍は度重なる損害により限界を迎え、爆撃によってイギリスを屈服させることはできないと悟り、とうとう敗北を認めます。こうしてドイツはイギリスへの上陸を諦め、バトル・オブ・ブリテンはイギリス空軍の勝利に終わったのです。The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.